ちがアンチグラビティ、こういうのがケースに入ってて、でこっちが DJI のミニ5 Pro です。これ長さがね若干アンチグラビティの方が短いのかな。でも重さは両方とも 249g で全く一緒です。それで今回はこの2つのドローンを比較していくんですけど、一番の違いはレンズ、カメラですね。こっちのミニ5 Pro は、いわゆる普通のドローンで、こっちのアンチグラビティは360度ドローンで、ちなみにこれは障害物センサーでカメラのレンズではありません。カメラのレンズはこの上との下に2つついています。これがそれぞれのドローンを飛ばすのに必要なキットというかフライモアコンボの内容っていうのかな。でミニ5 Pro の方は結構シンプルで、ドローン本体と、これがバッテリーと充電ケースで、これがコントローラーで、 DJI のコントローラーは何種類かあって、でこれは iPhone 接続して使うタイプですけど、液晶入ってるやつとかいくつか種類がありますけど、基本この3つがあれば飛ばせます。でアンチグラビティの方はこのゴーグルを使って飛ばすことになるので、このゴーグル用のバッテリーとゴーグル本体が必要になります。でドローン本体と、これがバッテリーと充電ケースで、これがグリップコントローラーで、アンチグラビティはiPhone つなげなくても飛ばせます。それでこの前ビーチと山に行って、この2つのドローンを同じ場所で飛ばしてきたので、どういう違いが出るのか比較していきましょう。まずはミニ5 Pro を飛ばします。今ねノーマルモードで飛ばしてます。このドローンもねもう10年ぐらい飛ばしてるので、だいぶ慣れましたけど、あれだね、障害物センサーが結構反応してブレーキかかってますね。ミニ5 Pro になってから音がすごい静かになって、どこ飛んでるのかよくわかんない時ある、たまに。じゃあ次は A1 を飛ばしたいと思います。やっぱ障害物ないと電波良好ですね。かなりいい感じで、このドローンのいいところは飛んでる時にいろいろ見えるっていう、すごいです。であまりにもドローンの正面から離れてる時はちっちゃい映像が出て、ドローンの正面はここですよっていう映像が出るようになってる。ちょっとスポーツモードにする。これがアンチグラビティで撮影した映像の正面を切り取った映像です。普通のドローンで撮影したような映像として書き出すこともできるし、これはドローンの後ろ側ですね、それを書き出したもので、これはドローンの今左側の映像ですね。でこれはドローンの右側の映像を書き出したものです。ドローンを1回飛ばすだけでいろんなアングルで映像を書き出せるっていうのが最大のメリットですね。この森の上をドローン飛ばしてる映像も1回飛ばしてるだけなんですけど、いろんな画角で書き出すことができます。なのでバッテリーの節約にもなるし、あとは横長だけじゃなくて縦長のアスペクト比とかでも自由に書き出すことができます。ちょっと障害物センサーオフにして、でスポーツモードで飛びます。早いんですよ。それでトラッキングやりますね。この山をトラッキングして、これもねマニュアルでもできるんですけど、この機能を使った方が割と正確というか、ちゃんとスムーズにドローンを動かすことができるんで、でも
マニュアルでやったり、このトラッキング使ったり、半々ぐらいかな、自分。で、あと、真下を撮るときは、普通のドローンは、カメラも、こう、下に向けないといけないですね。これが真下なので、で、真下を見ながら、ドローンを動かす。早い。シネマティックでしょ。こんな感じでできるんですけど、下向いて、カメラ下向いたまままっすぐ進んでるんで、障害物センサーついてるんで大丈夫とは思いますけど、でもこれが横移動だったり後ろ移動だったりっていう時もあるんで、そういう時はちょっと注意が必要ですね。さっきの山もこのコントローラーだけでやることもできる。左に行きつつ陽をちょっと右に行くみたいな。わかるかな？今かなりいい感じに撮れてますけど、こういうのも、マニュアルでやってもいいし、アプリのトラッキング使ってもいいし、どっちでもいいですね。ミニ5 Pro はこんな感じかな。これは別の日に山の上に登ってドローンを飛ばしてきた時の映像です。普通のドローンを山の上で飛ばすとね、だいたいこんな感じの映像になるんですけど、もうちょっと山に近づいて撮影すればもう少しね、こう迫力のある映像を撮れたりもするんですけど、自分が山の上でドローン飛ばしたらだいたいこんな感じの映像になります。それでこれなんかはドローンを前進させつつカメラのジンバルを角度下から上にゆっくり持ち上げるっていう撮り方なんですけど、こういうのもいろいろ組み合わせると、ちょっと動きのある映像になったりします。それでこっちはアンチグラビティを、同じ山の上で飛ばして、でアンチグラビティスタジオっていう無料の編集ソフトがあるので、それで編集をして書き出した映像です。これもね、編集の仕方にもよると思うんですけど、結構遊べるような感じの編集ができるようになっています。これがアンチグラビティスタジオで実際に編集をしていて、で完成したやつをプレビューで見ている映像なんですけど、だいたいこんな感じの編集画面になっていて、それでトランジションとかもプリセットが山のようにあるので、簡単な編集だったらそれを選ぶだけで結構いい感じの映像が作れるので、いいんじゃないかなと思います。これがアンチグラビティのスカイジーニーっていう機能で実際に飛ばしている映像ですね。今やっているのがオービットっていうモードで実際に飛ばしている映像なんですけど、被写体をコントローラーで選択して、でスタートボタンを押すと、ドローンが勝手にその被写体の周りを周回してくれるっていう感じになります。それで次がスパイラルアセントっていうやつですね。これはさっきのオービットにさらにプラスしてドローンが上昇するっていう感じの映像を撮ることができます。それでこのスカイジーニーは撮影が終わると撮影を開始した地点に自動で戻ります。今これ勝手に飛んでるんですけど、自動でドローンが元の場所に戻ってきます。これがフライアウェイっていうやつですね。でこれはね、普通のドローンでも割と簡単に撮影はできるんですけど、アンチグラビティだと自動でやってくれます。アンチグラビティを飛ばすときに使うグリップコントローラーがこれですね。このトリガーの部分がスロットルになっていて、ここを引くと前進します。でここのボタンが上昇と下降ですね。でこのグリグリの部分で機体の陽のコントロールですね。静止した状態で機体を右に向けたり左に向けたりすることができます。でこうやって腕を傾けるだけで陽のコントロールをすることもできます。こうやってコントローラーを前後に動かすことで上昇下降をすることもできます。ここはノーマルモードとかスポーツモードとかの切り替えのスイッチですね。
普通のドローンのコントローラーは右スティックと左スティックの動きが全然変わるので慣れるまでは混乱するんですけど、こっちのグリップコントローラーは割と直感的にすぐ使える感じなので、初心者には優しいですね。それでアンチグラビティを飛ばすときは必ずこのゴーグルを装着して飛ばすんですけど、目のところに液晶がついていて、そのゴーグルの内側の映像、操縦者が見ている映像が映し出されるようになっています。自分の目の距離に合わせてこうやってレンズを動かして調整することもできます。でマイクロ SD カードを挿入する場所があって、ゴーグルで見ている映像を記録することもできます。ここですね。この2台かなりね、もう操作の仕方も飛ばし方、編集の仕方、あとは作れる映像の雰囲気もかなり違いがあるので、どっちが優れてるっていうよりかは自分が作りたい映像に必要なのはどっちかなってそれぞれが選べばいいのかなと思いました。どっち買うか悩んでる人の助けになっていれば幸いです。では。